多分皆さんの周りというのはさまざまな社会課題というのがたくさん存在しています。環境問題とか、それから人口の問題、それから不登校の問題、さまざまな問題が皆さんの周りにはあると思います。一方で政府をはじめ国連とかたくさんの人たちがその課題解決にチャレンジしています。しかしながら現代社会というのはどんどんそれが大きくなっている、あるいは複雑化しているということがあります。そこにはいろんな問題があるんですけれども、その一つとしてリーダーシップの問題というのが存在しています。今日ここでは2つの問題、ビジョンを描くこととセルフマネジメントということをお話をしたいと思います。まずセルフマネジメントなんですけれども、皆さんのパフォーマンスを最大化することです。それはどういうことかというと、心あるいは体あるいは頭というのを常に平常心を保つということが皆さんのパフォーマンスを上げるということです。その時に重要になるのが自分のべき論とかそういうものを捨てていくことなんですね。でそのために何が大事なのかというと、俯瞰をすること、英語で言うとバードアイですね。バードアイをすることと自分の心あるいは体をきちっとマネジメントする、これが大事です。そうしないといろんなことに気づいていかない、そしてクリエイティブになれないですね。そこが一つ大きなポイントになります。でセルフマネジメントということがアメリカを中心にですね、最近いろんな人が議論を始めています。日本の中の経営者もここに焦点を当てています。もう一つビジョンを持つことです。想像できないものは想像できない、つまり我々の世界というのは科学あるいは論理では説明できないぐらい大きなブラックボックスが存在しています。わからないことだらけなんです、この社会。そこを切り開いていくにはビジョンという言葉が大事になります。皆さんもご存知のようにアシモという二足歩行ロボットがあります。これはですね、二足歩行ロボットに関しては世界的にトップです。これを作った技術者が何を目指したか、それが鉄腕アトムなんですね。鉄腕アトムを作りたくてこれを作ったということです。これがビジョンです。今日ご紹介したのはビジョンを持つこととセルフマネジメント、これらはデザインシンキングあるいはリーダーシップというところで学べます。ぜひ現場と理論を往復しながら見えないものを見る努力をしてください。